こんにちは、ミッキーです。今回は深川グルメ攻略東京下町カフェ6選をご紹介していきます。数々の魅力あふれる東京の下町エリア。現在、外国人観光客を中心に人気を集めているのは浅草。若い女性を中心に人気を集めているのが蔵前ですけれども、忘れてはならないのが清澄白河などで知られる深川エリア。今回はその深川エリアを中心にものづくりの街、職人が集まる街ならではの本格的なフードやドリンクと魅力あふれるリノベーション空間をご紹介していきます。お店の魅力もさることながら、下町ならではのアットホームな雰囲気も一つの素敵な体験になると思いますので、ぜひ参考にしてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは都営新宿線の菊川駅にありますコーヒーチロルさんでございます。地元民に愛される創業64年の老舗喫茶店でございまして、都営新宿線の通る菊川駅ではあまりカフェや喫茶店が多くない土地柄でとても希少な憩いの場だと感じました。そんな菊川駅の開業が44年前なので、駅の開業よりも長い歴史を持つ名店でございます。今回ご紹介するエリアは、東西には地下鉄を中心に電車が通ってるんですけども、縦の線が少し薄めです。なので、自転車をレンタルして移動することが私も多いんですけども、今回そんな自転車で移動している中で気になって訪れたお店でございます。こちらのコーヒーチロルという店名は、アルプス山脈の一角であるチロル地方から来てるとの噂でございまして、店主さんの旦那さんが山好きだったことから由来しているというふうに伺いました。店内に入りますと、広々とした席の配置、かつ心地よく差し込む光が魅力的な空間が広がっていました。そんなチロルさんではモーニングとランチが注目になっていまして、特にモーニングは平日7時から、休日でも8時からやっていましたので、仕事前のひとときなどでも活用できそうでございます。ただ休日はランチ営業なしで営業時間も限られていますのでお気をつけください。そんな中、この居心地の良さがとても抜群でございますので、たくさんの常連客がこの日も朝早くから訪れていました。メニューとしても非常にシンプルでございまして、コーヒーメニューと少しのフード、少しのスイーツをいただくことができます。そしてこの日いただきましたのはこちらのモーニングセットでございます。なんとこのご時世で550円でいただけるとてもコスパの良いセットになっています。セット内容としましては、今映しておりますホットドッグにゆで卵とドリンクがついたセットと、トーストとサラダにゆで卵とドリンクがついたセットの2種類を用意しています。セットドリンクとしてのコーヒーもおしゃれなコーヒーカップにたっぷり注いでいただくことができますので、満足感も高いかなと思います。ランチメニューは絶品ハンバーグもありますので、ぜひお昼時に訪れた際にはそちらも注文してみてください。続いてご紹介しますのは、森下駅から2021年9月にオープンしました江東区のいわゆる深川エリアの一角に誕生しましたカフェでございます。冒頭からご紹介しております通り、江東区のカフェは駅からそこそこ歩くことが多くて、自転車を利用することも多い地域です。ただ、この深森コーヒーさんは森下駅を出てすぐの好立地にありますので、そういった点でもおすすめな場所かなと思ってます。ドリンクがメインなお店ですけれども、ホットサンドやアイスクリーム、焼き菓子なども魅力のお店でございまして、様々なコーヒーとのペアリングを考えられる点もおすすめなポイントです。また、こちらのお店はスラッピーサプライというアパレルブランドの直営店でもありまして、店内にはおしゃれな T シャツやキャップが多数ありました。LA 在住の日本人夫婦が始めたブランドとのことでございまして、アメリカンスタイルながら日本人の感性でおしゃれを楽しむことができます。フードメニューとしては、モーニングセットはもちろん、昼時におすすめなホットドッグが複数種類ございます。さらに今映しています通り、焼き菓子も豊富でございまして、ぜひコーヒーメニューと一緒にペアリングしていただきたいような、そんな魅力あふれるメニューがたくさんございました。また少し話戻りまして、ホットドッグに関しましては、ボリュームたっぷりながら500円、600円でいただけますので、コスパも最高でございます。この日はフライドオニオンがアクセントになったプレーンドッグの他に、
トマトの酸味とサルサソースが魅力のサルサドッグ、とろりチーズとひき肉カレーを挟んだチーズカレードッグ、タコス風な味付けのスラピージョドッグがございました。そんな中、この日はピザトーストセットをいただきまして、ドリンクはアイスコーヒーにしたんですけれども、他にも卵サンド、ハムチーズサンドなどもありまして、バターとジャムがついたトースト2枚のセットは650円でいただくことができました。ドリンクはコーヒーと紅茶のホット、またはアイスがメインになるものの、プラス100円でラテ等のエスプレッソドリンクにも変更できるようでございましたので、気になる方はぜひお店の方に相談してみてください。続いては深川エリアで欠かせない清澄白河からお店を紹介していきます。こちらは革製品工場だったところをリノベーションしてできた清澄白河で人気のカフェ引き出しさんでございます。早速お店の外観からも住宅街に佇みつつレトロながらおしゃれな空間を感じることができるかなと思っています。店内にあります様々なインテリアもとてもこだわりがあって素敵でございますので、ぜひそういったところも注目していただきながらお好みのアングルで写真も撮りながら美味しい食事をいただいてほしいです。こちら店名が引き出しという名前なんですけれども、店内の開放感ある空間の中で1階には巨大な引き出しがございます。店名に由来しています引き出しはとてもインパクト大でございますので、ぜひとも写真に収めてほしいです。1階の席はテーブル卓の8席とカウンター席がございますけれども、2階にもまた別の広々とした席がありますので、ぜひ席に余裕がありましたらお好みの席を選んでほしいです。ちなみに後でご紹介しますけれども、広々とした2階席は新たにリノベーションしたということでございまして、家具にもこだわった空間になっていましたので、複数人で訪れた際にはぜひそちらも注目してほしいです。ちなみに入り口入ってすぐのスペースではパンの販売もあるということでございますけれども、ベーカリー営業は水、木、日限定でございます。ベーカリー自体は2023年の6月に併設したばかりだということでございまして、この日伺った際は月曜日だったので残念ながらパンの撮影はできませんでした。営業がある日も数量限定とのことでございますので、気になる方は曜日に気をつけてお早めに伺ってみてほしいです。営業はランチ、カフェ、ディナーに分かれていまして、この日はランチで訪問しました。全部で6種類のメニューがございまして、うち3種類人気ナンバーワンかつ数量限定のローストポークと平日限定のハンバーグステーキ、そして今映しています和風ガパオライスがテイクアウト可能。他のメニュー、チキン南蛮のせカレーライスと欧風カレーライス、週替わりメニューが店内利用限定メニューでございました。そんな中、この日いただきましたのは引き出しオリジナルの和風ガパオライス。ガパオライス自体の美味しさはもちろんのこと、福神漬けのトッピングが珍しく唯一無二の味わいになっていました。続いても清澄白河からおすすめなベーカリーをご紹介していきます。こちらは2022年6月にオープンしたトリュフの輸入商社が手掛けるトリュフ&ブレッドさんでございます。フレッシュトリュフの専門商社であります有限会社小犬間商会さんが直輸入したトリュフをたっぷり使ったトリュフパンが魅力でございまして、そのアーティスティックでおしゃれなディスプレイ方法も注目な店舗になっています。トリュフと乳製品の組み合わせとトリュフのルーツに注目しまして、国内有数の高品質トリュフを扱う小犬間商会さんの強みを生かした高級トリュフパンを提供しています。一つ一つ丁寧に作り上げ焼き上げたパンは絶品でございますので、ぜひ訪れた際には足を運んでほしいです。ちなみに日本で流通するフレッシュトリュフのうち 10% 以上を担っているのが小犬間商会さん。そんな小犬間商会さんだからこそ実現できる味わいはまさに唯一無二でございます。乳製品と抜群に相性のいいトリュフを使うことで、パン生地に練り込まれたバター、牛乳、クリーム、卵などと混ざり合い、より一層トリュフならではの風味を感じられるということでございます。で、実際に購入していただきますと、パンが包装された袋を開けた瞬間に香り高いトリュフの香りを早速感じることができますので、映像以上に感動することだと思います。いくつかメニューをご紹介しますと、トリュフを練り込んだバターロールにトリュフ香るシュガーをコーティングしたトリュフシュガー、トリュフ香るカスタードクリームをブリオッシュ生地で包み込んだトリュフカスタードなど、味だけではなく香りや見た目からも楽しめるメニューばかりでございます。
この日はピスタチオクロッフィンというものもいただきたかったんですけれども、残念ながらソールドアウトになってしまっていました。なので、今回ご紹介している映像の中で気になるパンがありましたら、なるべく早く訪れていただいて注文するのがおすすめでございます。こちらは店頭でディスプレイされていましたサマートリュフでございまして、1g あたり108円で提供されていました。世界三大珍味とも言われますトリュフですけども、まさに高級品でございます。そしてトリュフ&ブレッドさんで特におすすめなのが、今回いただきましたこちらのトリュフクロックムッシュでございます。クロックムッシュの上にスライスしたトリュフが乗った一品でございまして、なんと注文後に目の前でトリュフをスライスして仕上げてくれています。テイクアウトの際には今映しておりますおしゃれな紙袋に入れて、開封時の香り高いトリュフを存分に楽しんでいただきたいです。有料ではございますけれども、旅の記念にもぴったりかなと思っています。さて、こちらがテイクアウトした際のトリュフ&ブレッドさんのパンでございます。この日はトリュフクロワッサンとトリュフクロックムッシュをいただきました。トリュフを使っていますので、トリュフクロックムッシュは1280円と、このパン一つにしてはとても高いと感じるかと思うんですけども、ぜひ一度でいいので試していただいて、その値段の価値を感じてほしいです。続いてご紹介しますのは、少し駅を移しまして、門前仲町からソウルメイトコーヒーさんでございます。こちらは2018年5月に誕生しましたスイーツが魅力のカフェでございまして、店主さんが日本の3人組バンド、鶴のファンだということでございまして、店内にはそんな鶴というバンドの曲が流れていました。店名のソウルメイトという名前も、鶴を応援するソウルメイトを探したいという思いが込められているのかもしれません。お店の注目メニューは、素敵なラテアートでいただけますカフェラテおよび抹茶ラテ。また、鶴のクッキーが添えられたプリンやパンナコッタも注目ですし、入り口にディスプレイされています数々の焼き菓子、そして美味しそうなケーキも注目です。この日はガトーショコラとメロンのショートケーキがございまして、他にはモンブランタルト、パイナップルタルト、レモンタルトがございました。そんな感じで、ケーキはタルトメニューが特に充実しているかなと思ってます。夏場にはかき氷の提供もございまして、味付け含めどれも本格的なものばかり。この日伺った時に用意されていた種類は、黒蜜ミルク、アールグレー、抹茶ミルク、自家製ミルク、コーヒーミルクと味付けが大人なものばかりでございました。写真で拝見した限りでも、ふわふわした氷で削り出される一品でございまして、1000円弱でいただける点も魅力的な部分だと感じました。一方、この日いただきましたのは、こちらの抹茶ラテとプリンでございます。ちなみに、プリンとクッキー盛り合わせは店内限定でございます。その他のメニューはおおよそテイクアウトも可能だったので、ぜひテイクアウトも検討いただきたいです。そしてプリンは思っていたよりも小ぶりだったんですけども、固めではないとろけるような食感がとても美味しかったかなと思っています。こんな形でとてもプルプルですね。そして今回最後にご紹介しますのは、2023年1月に誕生したばかりのビーガンジェラート専門店トゥットさんでございます。こちらも清澄白河にある店舗でございまして、すべての人に感動のあるジェラートをコンセプトに MYLK と書いたミルク、つまり植物性ミルクを使用した心と体が喜ぶプラントベースのクラフトビーガンジェラートを提供するブランドでございます。福岡発祥のジェラートブランドビトーと開発したトゥットはオンライン販売が中心で、実店舗はこれまで山口県のみでございました。そんな中、こちらの店舗は満を持して都内初の店舗としてオープンしております。ちなみに先ほどちらっと触れましたビトーさんは福岡編のカフェ動画でもご紹介してますので、ぜひそちらも参考にしてほしいです。本場イタリアの伝統的な製法、熟練のジェラートマイスターによる手作りを大事にしていたビトーの魅力はそのままに、トゥットでは牛乳、卵、白砂糖は塩でございます。プラントベースのビーガンジェラートのみを提供しているところは特筆するべき点かなと思ってます。また、環境への配慮も大切にしているお店でございまして、カップおよびスプーンも植物由来の原料から生まれたもののみを使用しています。ちなみにイートインの際はワンドリンク制でございまして、同じく清澄白河のヘイガンオーガニックコーヒーのコーヒー豆を使用したこだわりのコーヒーメニューを中心に様々なドリンクを楽しむことができます。そちらのヘイガンオーガニックコーヒーさんに関しましては、過去の清澄白河の動画でもご紹介してますので、ぜひ参考にしてください。
以上、今回は深川グルメ攻略東京下町カフェ6000をご紹介させていただきました。ちょっと最後のトゥットさんでご紹介しそびれてしまったんですけれども、トゥットさんのジェラートとても美味しいんですけども、コーンが結構割れやすくてですね、店員さんからも注意があるんですけども、食べる際には土台から取り出さずにスプーンで食べるのがコツでございます。さて、話戻りまして、今回ご紹介したカフェはいずれもこだわりのドリンクメニューやこだわりのフードメニュー、そしておしゃれな空間が魅力的でございますので、ぜひカメラ片手にお店に訪れてほしいですし、いずれのお店もとても温かい接客だったなと感じていますので、ぜひお声かけてみていろいろとお話もしてみてほしいです。特に最初のコーヒーチロルさんは、ネット上でもあまり情報がなくて、たまたま訪れて発見したお店だったんですけれども、とてもコスパが良く美味しいお店でございましたので、ぜひ行っていただいて店員さんともお話ししてほしいです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。